い、魚座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は2026年後半の運勢をお伝えしようかなと思ったんですが、その前にこの夏をどう超えていくのかというところでとても重要な惑星の動きがありますので、今回はそこに特化した内容でお届けします。で、12星座共通の星の解説は別動画で解説していますので、もうほんとくどいぐらいお話ししていますので、よかったらそちらもご覧ください。で、この魚座さん向けの動画の中ではこの7月8月9月の全体運とお仕事運、そして恋愛運と人間関係をそれぞれにカードを引いていきますので、よろしくお願いします。ちょっとね長くなってしまうかもしれないんですけど、タイムスタンプも書いておきますので、見たいところから何度でもご覧いただけると嬉しいです。では行きましょう。まず全体運からです。いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まずは7月8月9月の全体運です。ワールド、ソードの2の逆、マジシャン、タワー、ワンド4逆、カップのクイーン逆、そしてソード4。はい、気をつけることや対策が太陽の逆とワンド10逆とオラクルがカップの2です。逆ですがカップの2です。まあなんか濃いですね、やっぱり。でもいかがでしたでしょうか。この去年のね後半から今年の前半にかけてご自身では何にチャレンジできたなって思ってらっしゃるでしょうか。自分がその結果がどうであれ、自分が頑張ったこととか、その表現したこととか、自分らしくあろうとしたこととか、生み出したことでも企画したことでも何でもいいんですけれども、自分が何かこう頑張ったよっていうその証というのかな、その誇りっていうものがすごく大事になってきます。で、今年の後半からはその何を定着させていくのかなっていうところで、自分がその生み出したものやこうしたいなと思った企画したことや楽しいことを生活の中に入れていく、現実にしていくっていうことで日常生活が非常に強調されていきます。なので働き方が変わったり、自分の健康や日常生活を整えるっていう風に出る方も多いんじゃないかなと思うんですね。で、これは来年の7月までありますので、1年ぐらいかけてしっかりとその自分の生活を整えたり、働く環境を整えたりしていくっていう流れになります。落ち着いてくるって感じかな、生活が。そしてこの12星座共通のところで言った7月のですね応援っていうのは、魚田さんはこういうのを感じるんじゃないでしょうか。なんとなく今こっちの方向に応援されてるなとか、こういうことなんじゃないかなっていうことを多分おそらく感じるんじゃないかなと思いますよ。そして8月がですね日食があるんですけれども、特に私が思うにはなんですが、7月の27日から8月の19日までの間に何か必要な調整が行われるんじゃないかなと思うんですね。で、この調整っていうのは本当に自分の魂というか命がどうこの現実世界で表現していくのか、どう生きていくのかっていうものがあらゆる方面から調整されて一番いい形に収まるよっていうことなんですね。どんな気づきがあるか本当人それぞれなんですけども、ただ分かりやすい例で言った時にはやっぱり体の向き合い方が変わるっていうことで、今までは例えばもう本当に全然食べ物とかそういうのも気にせずに好きにやってきたけど、なんか急に健康意識に目覚めてちゃんと体にいいもの食べようとか運動しようって言ってことで運動を始める方もいらっしゃるかもしれませんね。早起きしようとか、なんか生活とか自分の命や魂をきちんと輝かせるための調整を自分で入れていくっていう感じがします。で、特にその8月っていろんな意味で調整がある時なんですけど、8月の13日が皆既日食で、この日食っていうのは魚座さんにとっては結構ね生活っていうところに来るので、中にはお体もうやっぱり無理できない、もうやっぱりこんなだましだまし自分をだましだましやってたけど無理だみたいになったり、心地よい方向にカクンと修正されていくんじゃないかなと思います。で、カードで見た時にやっぱり入り口がワールドで少し前にマジシャンも出てるってことは、何かここまでの流れの中でご自身の中で本当に頑張ったっていう達成されてる方もいらっしゃるかもしれないし、超えたなって、やっと超えたんだよっていう新しいものの中でのスタートを
切られた方もいらっしゃるのかなと思います。でこの状況になってこそ初めて気づいた何かっていうのがあるのかなっていうふうに出ていて、それがタワーというカードで出てるんですけど、このタワーっていうのは自分が今まで当たり前のように築き上げたものに本当に雷が落ちるっていうか、びっくりして気づきがある、そういうことかみたいな、もう自分の中で稲妻が走るみたいなね、なんかそんな感じでとっても大事なことに気がつくよっていうのがあるので、今もうこの6月末とか7月の間にすでにもしかしたらあるのかもしれませんね、ヒントが。7月からね、そうやってなんかこう生活整えるよとか、自分の人生にいいことを入れていくよっていうのがあるんですけど、そうなるためのヒントが今もうあるのかなって感じがします。そしてここからワンドの4があったりカップのクイーンが出てるので、とても誰かとの関係がいいです。仲良くしたい人だったりとか、分かってもらいたい人だったりとか、そういう人との関係がなんかいい形でこう、なんか穏やかになるって感じかな。揉めたりとか誤解を受けたりとかじゃなくって、お互いに歩み寄るみたいな、そんな感じがあり、とてもいい感じですね。これはなんかたまたま偶然良くなるとかじゃなくって、それぞれがそれぞれに学んで経験した結果、みたいな形で時間をかけてこそ分かった、やっと分かることみたいな感じがあります。例えば長い付き合いでもうこの人はいいのよって思いながら関わっていた人に対し、やっぱりなんだかんだ言ってやっぱこの人がそばにいてくれたんだなとか、やっぱりこの人の存在があるから私は頑張れたんだなみたいな感じで、ちょっと相手に対しての見方がすごく優しくなってて、相手もそれをキャッチするのか、とてもいい優しさや思いやりでつながるんだなって感じがあるんですね。それはそれなんですけど、でも何かやっぱりここでソードの4が出てるってことは、ゆっくり自分を休めてあげようみたいな感じがあります。安心するのかもしれませんね。何かこうよかったっていうその安心感のもとに頑張り続けなくてもいいっていうことで、自分にやっと休みを与えてあげようみたいな気持ちになるのかもしれません。気をつけることは対策として言われるのは、この太陽とワンドの10の逆っていうのが出ているので、太陽っていうのは本当に恵まれてるんですね。おめでとうっていう感じです。豊かだねって、与えられてますよ、愛情もチャンスも全て認められてますよみたいな、そんな感じで、だからこそ何かを手放せるっていうのかな、役割を置けるっていうの。例えば誰かに対して自分が何かをしてあげないと相手は離れてしまうと思っていたものに対し、本当のつながりができた、よかった、別に自分がこれをしてるからつながってるわけじゃなくて、本当に気持ちの上でお互いが理解できたんだって思ったら、自分が無理してやってきたことをやめるっていうことができるかもしれませんよね。なので何かを手放してゆっくりできるっていうふうに出てるので、何を手放してゆっくりするんだろうっていう感じですが、でもとにかく人間関係はいいです。とてもいいです。安心して休めるんじゃないですか、これは。ちょっと仕事のことも見てみますけど、全体運としてこう言われています。とても強かったですね。ちょっとお仕事のことを見てみますね。仕事、お仕事のことを見ています。この夏ですね。カップの4、ペンタクルスのページ逆、ソード10、スター、タワー逆、ストレングス、ワールド逆なんかすごいですね。ソードの7の逆と、また出ましたね、ワンドの4逆。そしてオラクルはワンドの5です。なるほどね。お仕事っていうと、なんか実際お勤めされてるとこなのか、ご自身でやってるとこなのか分かりません。副業も含めてなのかも分かりませんが、とにかくやることはたくさんあると。あれもやりなりながらこっちもやらなきゃいけないし、これもしたいしっていうことで、やること、タスクはたくさんあるんだなっていう感じです。ただやらされているとか仕方なくやっているというよりは、ちゃんとそこに目的を持って対処しているって感じがあります。今は入り口は仕方ないなみたいな感じでやってるかもしれないし、もう何とかしたいんだよなって、もう本当に嫌なんだよなって思ってることもあるかもしれませんが、やっぱりね、変わります。このね、6月の末から来年の夏までの仕事運って実はすごくいいんですね。
でも仕事って言ってもいろんな仕事のやり方があって、自分が前に出るとか統率するとか、なんかね、企画してみんなを引っ張っていくみたいな、自分が立つっていうことだけじゃなくて、なんか役割としてこなすとかっていう仕事のあり方もあって、サポートするとか、どちらかというとサポートしたりとか、自分がこう役割の一つとしてこれを担いますねとか、そういうこう同僚との仲間内がいいとか、こまごました仕事をしっかりとできるとか、そういう仕事運があるんですね。なのでたとえやることいっぱいあるなってなったとしても、十分できるなって感じもありますし、会社員の方は特にですね、働く環境が良くなるっていうのがあるんですね。もしくは良くなるために何かが強調されるっていうのがあるので、とにかく日常生活や働く環境や同僚の人たちとはいい関係なんですよ。だからちょっとそれまで前まではちょっともうありえないっていうぐらいしんどかったりとか、もうどんだけ一人でやるのみたいな気持ちだったりとかだったのが、なんかいきなりすごいもう本当に良かったみたいな、ピンチはチャンスっていうか、すごく状況的に自分に有利に働くことがあるんだなって思います。で、有利に働くがゆえに、なんかやっぱり何かの変化がありますよね。さっきもタワーが出ていて、今回もまたお仕事でタワーが出ているので、これはもうここまでやったらやめますとか、これ以上この仕事はやりませんとか、自分の中でのなんか決め事をちゃんと決めたことをやっていくって感じがあって、でその後にやっぱりストレングスにワールドなんですね。ワールドまだ逆ですけれども、それでもやっぱり自分の力をすごく発揮してるっていうのがあるので、何かこれだけはやりたいんだっていうようなお仕事があるんじゃないでしょうか。これだけはなんか残したいとか、なんかこれだけは相手に対して本当に誠実にやりたいんだとか、仕事も何かすごく愛がある仕事に対して、もしくは自分がやろうとしているその役割とか義務に対してすごく愛を持ってやっていて、でそしてそれが本当にうまくいくとか報われるかっていうのはちょっとまだ未定なんですけれども、それでもいいんです。自分がそうしたいからっていうところですごく力を発揮されてますね。素晴らしいですね。そしてなんだか周りの人、さっき同僚とかその働く職場良くなりますよって言ったんですけど、良くなるんですけど、良くなる前に一回ちょっと問題が浮上したりとか、一回蓋を開けて、これはいけませんねっていうことで直していくっていうこともあるので、何かそういうこう人目を気にしてるっていうのはあるかもしれませんが、でもなんかね、周りの人もちゃんと見ながら、様子を見ながら自分がやるべきことをやっている、そしてちゃんと受け入れられていますっていうふうに出てるんです。だから仕事ってなった時に、とにかく何か目的があるなって感じがして、その目的を果たすために、目的って言ってもなんていうか、すごいエゴイスティックなものじゃなくて、自分がこれを表現したいんだとか、私この仕事だけはちゃんとやりたいんだとか、そういう思い、自分やりたかったことを仕事としてこれだけやりますみたいな、すごく愛情があって、不可能を可能にする力を使ってやってるので、相当思いがあるんだなって感じがするんですよね。なのでこれとてもいいです。形になると思いますよ。すぐじゃなかったとしても。世界にというか世間に知られるとか認知されるまではもう少し時間かかるかもしれませんけど、やってることっていうのは何一つ無駄がなく、なんかいい感じでいくなっていうのが印象でした。なのですごく動きがある。ダメだとかもう嫌だと思ってからすごい良くなったりとか、だからもうこれを手放すんだとか、ここまでは絶対やるんだとか、そういう感じの動きがありますね、お仕事ね。そんな感じかな。ちょっと恋愛見てみます。どなたかとの、恋愛関係、片思いでもいいですし、ちょっと恋愛なかなかね、見る言いながら見れなかったんで、ちょっとしっかり見ていきましょう。7月の10日以降は、7月の10日から8月7日までっていうのは金星が乙女座に入っていて、魚座の皆さんにとってはパートナー運がいい時でもあったりするので、人との関係はいいのかなとは思います。ちょっと見てみましょう。では見てみますね。誰との関係を見るのかわからないですが、皆さんもご自身の状況に合わせて想像してみてください。まずワールドの逆、運命の輪、ソード6、ワンドの4、ワンドキング、
女教皇ですね。そして戦車とペンタクルスのページ、ペンタクルスの2、ペンタクルスの7ですね。まずその今見ている方との関係性においてはそれぞれが違う世界を生きているっていう感じがします。どうですかね。一緒に暮らしててもそれぞれが見てる世界が違うとか求めてるものが違うとかっていうのなのかもしれないですけど、とにかく世界観が違うっていう感じがあって、本当時空が違うのかっていうぐらい違う世界にいる感じがするんですね。なのでもしかしたらそうやって同じとこにいながら違う世界を生きてるか、もしくはちょっと別の世界にちょっと離れているか、どっちかだと思うんですけれども、なのでちょっとなんか関わりにくいなっていう感じがあります。ただ気持ちの面で言うと、魚田さんはこの人に対してやっぱり何か努力していきたいとか、必要があればサポートしますよとか、なんかそういう思いがすごく強くて、なんかこの人のことを思ったら自分の中からエネルギーが湧いてくるみたいな、いつかこの人と何かいつかこの人に何かできる自分であるために準備しとこうとか、お金を貯めておこうとか、なんか自分をいい調子で整えておこうみたいな感じがあるんですね。で相手の人はですね、魚座さんのことをとても慕っています。実際違う世界で生きてたとしても、関わりがそんなに少なかったとしても、とてもなんか安心してる。魚座さんのことを敵視してないですね。めちゃくちゃ安心してるし、分かってますね。ちゃんといざという時に助けてくれるんだなっていうことを分かっている。だからこそすごく感情のシェアがあんまないんですよ。話してないのかなっていう感じがするんですけど、そうやって話をする機会があんまりなかったりとか、状況的にもちょっとすれ違いがあったりとかしたとしても、なんかでもこの人は優しい人だとか、この人はサポートしてくれる人だっていうのは分かっているって感じがするんです、相手はね。そして相手もなんかちょっと頼ってもいいのかなっていう気持ちが出てきてるっていう感じでしょうか。なんか自分で自立しなきゃいけないと思ってるんですけれど、で魚田さんはそれをサポートしたい、感情的になのか経済的になのかエネルギー的になのか分からないですけど、サポートしたいと思ってて、相手の人もそのサポートを受け入れようかなみたいな感じでいますね。でなんかこの相手の方の状況がなんか動き始めてるんですよね今。なんか状況が分からない、仕事なのかなのか分からないですけど、とにかく頑張らなきゃいけないんだっていうような状況で、最初はちょっと嫌々だったんだけど、だんだん勢いがついてきたっていうか、乗ってきたというか、やらなきゃいけないんだって言ってやっている感じです。そして魚田さんはなんかこの人に対してのなんか何をどうすればいいのか、いつ連絡すればいいのかとか、どう対応すればいいのかっていうのを分かっているっていう感じがします。で運命の輪もあるし女教皇もあるので、なんか相手のことをよく見えてるんだなって感じですよか。違う世界にいながらもよく見えてて、今はそっとしておく方がいいんだなとか、今はあんまり必要以上に声かけない方がいいんだなみたいなことを分かってるんだって感じ。見事にカップが1枚も出てないんですよね。そしてこの関係性においてなんですけど、ちょっと見えにくいんですけども、水面下できちんと信頼の根が生やされていってるっていうか、伸びていってるって感じかな。これがまさにそんな感じなんです。ペンタクス7っていうカードなんですけど、土の中でねちゃんと根が伸びて作物が育とうとしてるのかなって。表面的にはちょっとした葉っぱがまだ見えてるだけなんですけど、でも何かが少しずつ表に出てこようとしてるって感じで、相手の人も少しずつもともと信頼はあるけど頼っていいのかなってちょっと思い始めてるみたいな感じでしょうか。たださっき言ったみたいにカップがないっていうところで、感情を伝える術がないというか、なかなか伝えられないのかなっていうのがあるんですが、でもちょっと見てみましょうか。でもよくでも信頼はされてるわけですからね。なるほどね。相手の人は魚座さんをあえて手放したんだみたいな感じがあるんです。あえて自分は身を引いたんですよとか、なんか自分が自立するためにみたいな、そんな感じがあって、そして魚座さんの方はなんかまるで
その去っていかれたみたいな、そういった感じがあって、自分が悪かったのかなとか、自分はどうすればよかったのかなっていうところで、いつでも相手が望むならサポートしたいみたいな感じがあるんですけど、どうなんですかねこれ。一応ね、対策として引いたカードはリスクというカードでした。リスク。しかもこれなんかね、今なんか距離がある感じがどうしてもするんですよね。お互いが違う世界を生きているっていう感じで、その世界をこうつなごうとするとどうしてもリスクがあると。でどっちが近づいたとしてもどっちもリスクがあると。だから現状として言われているのは、私が感じるのは、無理に現状を動かそうとしてリスクをね背負ってね、無理に現状を動かそうとはしなくてもいいんじゃないかなって感じがしました。時が来ればまたちょっとずつなんか信頼とかそういうのが伸びてきてるし、今もこう水面下のものが育ってちょっとずつ表に出ようとしてるから、もうちょっといろんなものが育つまで様子見てもいいんじゃないかなって感じがします。タイミングとかどうするかっていうのももう大田さん分かってるって感じがするので、無理にことをせかさない方がいいかなと思いました。はい、いかがでしょうか。なかなかね気になるところだと思いますが、ちょっとその時人間関係見てみます。新しい関係性を望んでらっしゃる方、パートナー出会いないかなっていう方もそうですし、一般的な、ね、人間関係を見てみたいと思います。はい、じゃあ見てみましょう。7月、8月、9月の人間関係です。ワンドの4、ソードの7逆、ペンタクルスのエース、ペンタクルスキング、ペンタクルスのクイーン逆、ペンタクルスの2、ペンタクルス8、ペンタクルスということで、すごいですね。はい、気をつける対策がソードの5とソードの9逆と、オラクルはソードナイトですね。人間関係って言った時にまたねこう感情をシェアするというのが出てきてなくって、お仕事とか役割とかそういうので関わる人たちとの関係は豊かだなって感じです。でまたここまで関わってきた人との関係も引き続きいいんですけれども、なんか新しく誰かと出会いますかってなった時にもし本気で誰かを求めるのであれば全然いいですよ。求めてもらっていい。だけどそんなに焦らなくていいですよって感じもします。早く見つけないともう年齢がどんどんいっちゃうんですよみたいな、そういう感じかもしれないし、なんかこれだけペンタクスがいっぱい出てくるってなると、なんて言うんですか、自分の価値っていうものを早く構築しなければいけないみたいな、そんな感じがあるかもしれないので、ちょっとここはゆっくりめでもいいのかなって感じがしますね。例えばですけど、本当に誰かパートナーを求めてますとか、新しい人間関係どうかなと思ってるとした時に、そういうね穏やかに一緒に喜びを分かち合えるとか、ゆっくりできる相手が欲しいなと思っていたとしても、でも自分が考えているのはどれだけお金を稼げるかとか、どれだけのことを貯金してなんていうかな、生活を豊かにしていくかっていうことが8割ぐらい占めていて、でその人とゆっくり過ごすっていうその2割のことよりも別のことに意識が向いていて、っていうことで、本当に相手と溶け合うとか喜び合うとかっていうのを体験する準備っていうのが本当はできてないのかもしれないなって感じがしました。フェーズが、今のこの流れのフェーズがやっぱり働く環境だったりとか健康とか日常生活っていうところに向いてるがゆえに、誰かとの関係でそこだけをっていうのはなかなか難しいのかもしれませんね。でなので関係性どうですかって言ってもどうしても仕事が入ってくるっていうか、一緒に何かをやろうとする、その自分が新しい仕事をしようとかでもそうですし、何か学ぼうでもいいんですけど、何かを膨らませていくというものに対して相手にどう評価されるか、自分は相手のいいとこを見れるかみたいなところで関わっていこうとするんですけど、
思いやりとか愛情とか優しさって本来は見えないものだから、感じるものだから、その本来魚座さんが持っている誰よりもその感じる力あるはずなのに、そうじゃない部分で相手を見ようとしてませんかっていうお知らせがありますね。これはその焦るがゆえに、早く相手を見つけなくっちゃって思うがゆえに、本当に自分のいいところ、自分のいいところって本当は何もせずにぼーっとして自然を感じることなんですってなったとしたら、そこがいいとこなのに、もっとチャキチャキ頑張らなきゃ、あれもやらなくっちゃ、お料理もしなくっちゃ、休みの日はこうやって自分を磨かなくっちゃみたいな思ってると、全然自分らしくないですよね。その自分らしさじゃないところで勝負しようとしても、そんなになんか合う人って出てくるのかなって感じもするから、やっぱり一番はここまでやってきた自分を誰よりも認めて、ここまでやってきた自分愛おしくないっていうところで、本当にその価値を自分でもうマックス認めてあげたら、別に自分は一人でも生きていけるとか、自分は日常を楽しくやっていける、だからこそ、この自分だからこそ、もしかしたら誰かと会うかもねぐらいの感覚で言ってほしいんですね。だから早く見つけなくちゃっていうふうに思う必要は全くないと。そして自分で自分の価値っていうのをもうたっぷりと感じたら、そこに反応する人が出てくるかもなって感じです。でペンタクスの2とかも出てるし、コートカードも出てるので、人との関係とか交流っていうのはあるんだと思うんですね。でもなぜかせっかく会ったのに、じゃあ遊びに行きましょうかとか、どうしましょうかってなっても、いやごめんなさいちょっと仕事があってって言って、なんか仕事の方に行ったりとか、今ちょっとそう会うというより一人でゆっくりしたいんだよなみたいな感じで、どうしてもエネルギーが変わってしまうみたいな感じがあるので、まあいいんじゃないですか、一人で楽しむっていうふうに割り切ってもいいのかなっていう気はしますよ。そして誰かと向き合うってなった時に、なんか自分の嫌なところを相手に見せちゃいけないとか、本当は自分はそんな優しい人じゃないんです、きついんですよっていうところを見せないようにしようとするがゆえに変になるみたいな感じがあるので、いやもう開き直ってこういうもんですみたいにしちゃうのもいいのかなっていう気がしました。そして何に対して一生懸命になりたいのかっていうのを自分でも自覚しておく。漠然と人間関係って言ったところで、いや私もう本当にパートナーはいらないんですと、そうじゃなくて、一緒にただ映画を見れる友達が欲しいんですだけでもいいし、一緒に山登りできる人がいたらいいんですっていうことかもしれないし、でなったらパートナーじゃなくてもコミュニティ入ったらいいんじゃないっていうことかもしれないですしね。何かに向き合っていきたいというエネルギーはすごくあるんですけど、なんか何のエネルギーなんだろうそれはっていうのを自分の中でしっかりと把握して、素直にそれを求めてるエネルギーを求めていくっていうのがいいなと思いました。なんか今誰かがそばにいても違うことをしてしまいそうな気がする。誰かがね、魚座さん好きだなと思って、今度一緒にどっか行かないみたいな感じでゆっくりしたいなと思って言ってても、魚座さんはどうやってあれをこなそうかみたいな仕事のことを考えたりとかして、せっかく一緒にいてもゆっくりできないみたいな感じになるので、目的をはっきりさせましょうっていうのが一番のメッセージでしたね。はい、そんな感じですがいかがでしょうか。全体運、仕事運、人間関係、そして恋愛運を見させていただきました。何か一つでも良かったよとか通じましたっていう方は、いいねボタンやチャンネル登録やコメントでぜひどれが一番良かったのか、通じたのか教えていただくと嬉しいです。では最後にもう一枚にオラクルカード引いてみますね。この夏のオラクルカードはじゃん、このカードが出ました。皆さんも直感でねメッセージ受け取ってください。でなんか予見するのかな、何かを決断したりとか、なんかこうなっていくよっていう予言的なガイダンスがもらえたりとか、自分がなんか見通せるっていうのかな、これからきっとこうなるだろうみたいなことを見通せるよっていうことがあるので、まあね、働き方だったり自分自身だったりっていうものを通して自分の人生を作っていくものがなんかあるんでしょうね。でそっちで走っていきたいっていうのがあるからこそ、余計に人間関係ではなんかゆっくりしてられないみたいな感じがあるのかなって感じがしました。はい、ということでありがとうございました。ぜひ豊かな夏をお過ごしください。失礼します。